ナレーションのにわかです。制作者の庭からです。今回はアニメ再現シリーズの第12弾です。これまで3台のバックブレーダーを作ってきました。自動走行、独立サスペンション、音声認識パワーブースターです。超ロマン機能のアクティブサスペンションは夢です。この夢を実現させます。マシンの要件は4点です。アクティブサスペンションを搭載します。GP マシンとして操縦ができるようにします。4輪駆動にします。部品はボディ内に収めます。再現シリーズらしく今回も難易度マックスです。そして今回もやり遂げます。製作工程は事前検証、車体製作、回路製作、プログラミング、組み立てです。よし、挑戦を始めます。それでは製作へレッツゴー。事前検証をします。アクティブサスペンションを実現できるかを検証します。ジャイロセンサーの値を取得できるかを確認します。ロールチェック。ロール角度を取得できています。ピッチチェック。ピッチ角度を取得できています。このマイコンと搭載ジャイロセンサーの使い方を理解しました。グッドです。検証用ベースを印刷しました。サーボを取り付けます。結束バンドで仮固定します。アームを取り付けます。検証機が完成しました。マシンの傾きに応じてサーボを動かすようにしています。マシンを水平にするように動きます。この動きがアクティブサスペンションへの第一歩となります。今のところ動きは良好です。床での挙動も確認します。よちよちバットです。斜めになった姿勢を水平にするように片方のサーボがマシンを持ち上げた際に持ち上がりすぎて逆側のサーボがマシンを持ち上げる無限ループに入っています。なんとかする必要があるのでなんとかしました。水平に立てています。床を斜めにします。マシンを水平に保つようにサーボが動いています。そして無限ループがなくなりました。マシンの傾き量でサーボを動かす比例制御からそこに変動量を追加した比例微分制御に変更しました。パラメーターもかなり調整しています。無限ループの予兆がありましたが収まりました。こんなことをしても大丈夫です。アクティブサスペンションを実装できるようになりました。検証完了です。車体製作に進みます。まずはモーターを準備します。モーターにはウォームギアを取り付けますが軸の径が異なります。真鍮パイプを用意します。チョップ、スティックスにします。ウォームギアの径をモーターに合わせました。モーターの軸に接着剤を少量つけます。つけすぎると回転しなくなるので慎重にやります。ウォームギアをモーターに取り付けます。ここでモーターの根元までウォームギアを押し込んでも回転しなくなるのでギリギリを狙います。取り付け完了です。モーターにコネクターを取り付けます。もにょもにょします。コネクターを取り付けました。4つのモーターすべてに同様の加工をしました。モーター完成です。シャーシを作ります。試作シャーシ1号です。ボディをあてがって寸法を確認します。サーボのはまりも確認します。サーボが上に出過ぎです。ここからブラッシュアップさせていきます。試作シャーシ2号です。シャーシの幅をボディに合わせました。サーボの高さも修正しています。試作シャーシ3号です。寸法を調整しつつボディキャッチを追加しました。ボディを固定します。これでボディが固定できるようになりました。試作シャーシ4号です。シャーシの形状をよりボディに合わせました。横から見た時のスカスカが気になります。試作シャーシ5号です。横からの見た目を整えました。ほど調整をします。試作シャーシ6号です。試作シャーシ7号です。試作シャーシ8号です。最終版シャーシです。アームを作ります。まずはかまぼこです。フロントフェンダーに合わせます。曲線は合っていますが長さが足りないです。形を合わせていきます。同時にホイールの位置も合わせます。位置が出ました。次に駆動部品の位置を確認します。ギアの噛み合わせは出ています。調整を繰り返しました。リアアームも同様に作りました。前後アーム完成です。フロントアームに部品を組み込んでみます。フロントフェンダーをあてがります。ミニ四駆の中継ホイールではフェンダーに干渉します。
アーム側はすでにギリギリまでスペースを取れるようにしています。ということでホイールも自作します。最終版ホイールです。デザインはディッシュホイールにしました。スポークホイールだとバックブレーダーのかっこいいフェンダーからのかっこいいホイールチラ見せが地味になります。位置によってはホイールが見えなくなります。ディッシュホイールはその存在感に厚みを持たせます。ただし灰色は地味です。塗装をします。色はメタリックブルーです。垂れないように厚く塗って光沢を出します。その他の面を塗っていきます。塗装が完了しました。いい色です。専用タイヤも作成しました。 TPE というゴムのようなフィラメントで印刷しています。そのためグリップ力もあります。ホイールにタイヤを取り付けます。ゴム素材なので伸縮性があります。走行中外れないようにタイヤはホイールよりも直径を小さくしています。装着完了です。シャフト、チョップ、スティックスにします。シャフトエンドキャップを印刷しました。抜け止めです。アームに気に食わない点があります。フェンダーを取り付けた際にボディの切り出しもさによってアームの一部が見えてしまいます。灰色が目立ちます。こちらも塗装します。色はフェンダーに合わせてタミヤのガンメタルです。塗装しました。フェンダーをあてがります。アームとフェンダーが一体化しました。フェンダーのシールを剥がします。パーツクリーナーをウェスに染み込ませます。残った粘着剤の除去と脱脂をします。ナンバー2を貼ります。走者はエッジなのでナンバーを合わせました。シールの貼り替え完了です。すべての車体部品が完成しました。車体製作完了です。基板製作に進みます。電子部品を選定します。モータードライバーはよく使っている TD6612 ではなくAM2837 です。定格出力電流が3倍あります。 RC ミニ四駆を作った際に出力電流不足を感じていたので改善します。加えて今回は4モーターなので大きな出力電流が必要です。マイコンはジャイロセンサー搭載車です。困っています。こちらのマイコンは Bluetooth が5なのでプレステコントローラーで操作ができません。いつもの M5 スタンプッコとジャイロセンサーモジュールを使っては3年前の自動化編スラストミニ四駆でやってましたよね。これだと接続ピン数が足りなくなります。 Bluetooth とセンサーとピン数の両取りが必要ということですか。両取りいきなしどしたし、どうやら固定概念にとらわれていたようです。 M5 とシャオの両方を使うデュアルマイコンシステムです。マシン1台に対してマイコン1台にする必要はないということですか。 M5 は Bluetooth とモーターで走行担当、シャオはジャイロセンサーと4つのサーボで姿勢制御担当です。これにより全ての問題を解決します。電子部品の選定完了です。実装基板図を書きます。まずは部品を配置します。ここの配置で大方の決まりが出ます。コツは接続が近いもの同士をまとめることです。この時点でどう配線するかもイメージしておきます。外見は綺麗にしたいのでシンメトリーを意識します。配線に進みます。両面基板なので表と裏の2面で配線ができます。表面実装部品が多いので表配線をメインに裏配線をサブにします。個人的こだわりでジャンパワイヤーは0本を狙います。電流が大きい箇所は配線を太くします。気持ちのいい配線が思いつきません。マイコンをお行儀よく同じ向きで並べるから悪いのです。シャオの向きを90度回転させて M5 の下へと潜り込ませます。ごちゃつきませんか。逆です。これにより最終的な見た目がより整えられます。完成したらわかります。電源周りを配線します。こちらも配線を太くしています。グランドを塗りつぶします。実装基板図完成です。基板を発注します。補助座標を設定します。発注ファイルを作ります。レイヤーは設定済みです。原点に補助座標を使用します。ガーバーファイルを出力します。ドリルファイルを出力します。出力ファイルを入れたフォルダを ZIP 形式で圧縮します。JLCPCB で基板を発注します。発注ファイルをアップロードします。読み込みました。ファイルの確認をします。表面、裏面、発注の設定をします。厚さを薄くします。マークを除去します。ステンシルも発注します。ステンシルがあると表面実装が圧倒的に楽になります。設定はデフォルトです。配送方法を選びます。コストと時間のバランスがいい UPS にします。カートに保存して住所などを入力したら発注完了です。5日で届きました。基板は高精度に作られています。概要欄に JLCPCB のリンクを載せたので見てみてください。こちらはステンシルです。
必要な部分を切り出します。後で気づきましたがサイズ指定もできます。ステンシルが$3、送料が$10.84と安くなっています。切り出しました。保護シールを剥がします。基板固定台を印刷しました。基板をはめ込みます。ステンシルを設置します。ハンダペーストを塗ります。ヘラで塗り広げます。右側がかすれているのでハンダペーストを追加します。塗り込みます。どうでしょうか。グッドです。電子部品を乗せていきます。モータードライバーを乗せます。コンデンサーを乗せます。DC-DC コンバーターを乗せます。コンデンサーを乗せます。電子部品を乗せ終わりました。リフローをします。140度まで温度を上げます。140度で基板を予熱します。少し時間を置いたら200度まで上げてハンダを溶かします。ハンダが溶けてきました。基板を引き上げます。リフロー完了です。ハンダ付けに進みます。シャオ用ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。モーター用ソケットを取り付けます。ハンダ付けします。M5 用ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。電源用ソケットを取り付けます。ハンダ付けします。サーボ用ピンヘッダを取り付けます。ハンダ付けします。ハンダ付け完了です。シャオを搭載します。M5 スタンプピコを搭載します。外見がまとまっています。上下のシンメトリーを基本としています。そしてシャオには USB 端子があるため90度回転させることでコネクターとの干渉を回避させつつよりシンメトリーにしました。さらに M5 の下に潜り込ませることで基板サイズを小さくしています。気分のいい基板になりました。基板製作完了です。プログラミングに進みます。シャオにプログラムを書き込みます。M5 にプログラムを書き込みます。スイッチオン、姿勢制御の動作確認です。傾きに応じてサーボが動いています。シャオ縄の回路は問題ないようです。グッドです。次はモーター制御です。コントローラーは接続できました。すべてのモーターが回りました。左右も確認します。片方が停止すれば成功です。こちらも正しく動いています。回路修正なしの一発成功です。ハイパーグッドです。プログラミング完了です。組み立てに進みます。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。フロントアームに接着剤を塗ります。モーターを搭載します。フランジベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。シャフトエンドキャップを取り付けます。接着します。サーボ接続パッツを取り付けます。リアアームも同様にして組み立てます。シャーシに接着剤を塗ります。サーボを取り付けます。サーボにフロントアームを取り付けます。リアアームを取り付けます。ビス止めします。上下をミラーリングします。基板を搭載します。スイッチを取り付けます。固定します。サーボを接続しますがケーブルが長すぎます。ケーブルを切断します。ピンソケットをハンダ付けします。2つ目、3つ目、4つ目、グルーガンで根元を保護します。基板にサーボコネクターを接続します。モーターコネクターを接続します。シャーシにバッテリーを搭載します。起動チェック。起動しました。アームの角度が合っていないです。プログラムを修正します。ホロ調整を繰り返します。角度チェック。アームの角度を合わせました。グリス塗り塗り、操作チェック。バッチリです。駆動チェック。スルスルグッドです。アクティブサスペンションチェック。こちらもグッドです。基板裏にスポンジ両面テープを貼り付けます。ケーブルを結束バンドで整えます。アームに接着剤を塗ります。リアフェンダーを取り付けます。フロントフェンダーを取り付けます。ボディを乗せます。ボディキャッチを取り付けます。できました。アクティブサスペンション搭載バックブレーダーです。また一つ、私は夢を実現させました。ついにここまで来ましたね。3年ぶりのバックブレーダーへの挑戦でした。やはりこのマシンは私をワクワクさせてくれます。そして完成させられたことがとても嬉しいです。上から見ると通常のミニ四駆です。小さな機体に大きなロマンを搭載しました。これぞ私のアニメ再現です。それでは動作へレッツゴー。
早速アクティブサスペンションの動きを見ましょう。イングが干渉しているので外します。どうでしょうか。ダイナミックに動くようになりました。求めていた動きです。床の上で姿勢制御をします。シャーシ中央部を水平に保つように動きます。素晴らしいアクティブサスペンションが機能しています。斜めの傾きだと分かりやすいですね。かっこいいです。前後の傾き。走らせましょう。5。アクティブサスペンションが暴れています。走行中は外乱が発生するので難しいです。これは覚悟はしています。ちょっと待て、これランダムじゃなくて走行中の G を検知してないか。カーブ時にバンク走行をしています。鳥肌が立っています。かっこよすぎです。逆カーブで逆アームが上がるのでちゃんと検知していますね。マジか、想像を超えてきました。まともに走行できないことを覚悟していたのでアクティブサスのオフ機能もつけています。さっきの方がかっこよかったです。次回のサーキット走行編ではバンク走行に着目した機能を追加することにします。より面白い動画になりそうですね。こんな結末になるとは思いもしていなかったです。だからものづくりは面白い。チャンネル登録をして次回動画の通知を受け取りましょう。それではまた、のし。